皆様 YouTube クラシック音楽道場ご覧いただきありがとうございます。こちらの楽譜はインベンション第7番ホタンチョ A モールの楽譜となっております。こちらの、和声解析和声解説の動画と、いうことで、インベンションは1曲ね勉強するのに本当にちょっと大変だと思います。もう前回から何ヶ月も空いてしまいましたが、ようやく重い腰を上げて一つなかなか悩ましい曲で本当に時間がかかりましたが、思い切ってカメラを回して今から皆様のね、この曲弾かれる方も多いでしょう、お勉強の助けに少しでもなれましたらと願っております。なんでここの名前がインベンションじゃないのかは後ほど説明いたしますが、始める前に、この動画も長くなると思いますので、こっちの下の概要欄の方にですね、タイムスタンプといって、何時間になるかな、何分何秒のところに第何小節、そういうふうに、皆様の気になるところに飛んで見ていただいても大丈夫なように撮影の終了後準備したいと思います。では、プレアンブルム3と書いてありますが、音を出してみましょう。確かに物悲しいホタンチョ A モールのインベンションで間違いないですね。ここに今2段目まで弾いてしまいましたが、ミの音が、これが第1音主音となっている、単調ホタンチョということで、ドイツ語で A モール、もう冒頭にも書いてみましょう。 A モール、小文字で書くことで単調ということになります。もう最初から第1音ミという音で、レミシラソファソミ、冒頭のこのソプラノメロディ右手の音は第5音から始まって、イラロファソミ降りていく、ね、第5音から第1音へ。第5音 C の音だからといって、でも左手と一緒に弾いてみれば、ミソシという E マイナーという、和音として見て取ることができるかなということは、これはね、A モールにおける E マイナー、これは、手話音、単調のトニカというふうに最初から、もちろんそういうふうに捉えることができるでしょう。で、第5音だからドミナントかなって思ったりすることもあるかもしれませんが、このね、いきなり和声の難しい話かな、大丈夫かな、とにかくそんな難しい話ではなく、トニカという手話音、A モールなんだなと、なんかこの A モールという調整ですね。これでバッハの曲で思い当たる調整っていうのは皆様思い浮かびますでしょうか。私にとってはさっきちょっとちらっとしまった練習してたんですけれど、ちらっと見てたのはこれです。やっぱり大受難曲のこれがA モール、下にずっとミの音があるのが不気味ですね。もうたくさん弾いちゃいましたが、壮大な3時間を超える大受難曲の冒頭がこの調整なんです。イエス・キリストの、ね、
受難曲というぐらいですからね。まあ非常に悲痛な悲壮感漂う調整だということは、言えるのかな。こうひらひらと降りてくるこの格好音形もなんとも物悲しいというふうに言えるのかな。このね、この加工メロディ降りてきては登ってっていう、こういった流れというものも意識してみましょう。で、左手もそれに応えるように、メロディー、テーマなんですけど、と言っていいかな、このラソファソやっぱりこう降りてくるわけです。で、これは第5音で、これだけ聞いただけでも先ほどの冒頭のとにかと悲しいなっていうのとちょっと雰囲気違って感じませんか。第5音でフレーズが終わっている。これを半終止というふうに、フレーズの終わりの、感覚ですね、感じですね。それをこれはトニカではなくて、この小説はまるまるトニカ、補単調を感じつつ、でここの小説に入った時のこのトリラーが困るんですけど、それはさておき、このレシャープっていうのが同音と呼ばれる音ですね。実は同音にトリラーがついちゃってるわけなんですけど、弾きにくいですよね、これね。なのでここには同音っていうのが出てくるのは主音のトニカへと戻りたいという力がある。そういった和声感をドミナントというふうに、ね、言うわけです。全然、意味合いがニュアンスが変わってくるはず。このトニカの悲壮感、同じこと何度も言っちゃいますけど、ドミナントのなぜにトニカ行きたいのになんでドミナントのここで止まっちゃうのという、この右手にもちょっとした半周止、やっぱりこっちはね割とすぐに8分音符16分音符で動いてしまうのでズバッと切ることはできないんですが、やっぱりこのちょっとドミナント半周止フレーズがですよね。難しいな書くの。こうね、給付のあと1拍目の裏からメロディーが動き始める。これと同じことが起こってきているので、最初はトニカでドミナントを感じてるおしまいでというふうに続くわけで、タリラリララおしまいと、ここに全終止、これははっきり聞こえますよね。タラリラララおしまい、フレーズがちゃんと終わりになって聞こえるでしょう。で、どう書けばいいかな、ちょっと音楽性っていうのは私は赤い、これね後で消せるフリクションのペンなのでね、間違って書いても、ご安心をなんですけど、こんな風にメロディーがね一拍目裏から始まる、またここから始まる、でこの一拍目裏からメロディーが始まる。左手にもちょっとこうね、この裏拍から動き始めるメロディーであるというのを意識すると、このそれぞれのこのメロディー、旋律のフレーズの終わりの和声感というものを、これを感じ取るといいのかなという、そういう話でした。ね、一小節目っていうのはミってこうトニカのやっぱり高い音は第一音トニカなんだなっていうことを感じられるのかな。シラソー、この高いシの音は第5音、この丸々何もない5だけだと
ここはやはりドミナントという和声感、なぜにっていうね意味合いを感じ取ることができるかな。この1というのは、まあ、うわ悲しみかな、とにかの悲しみで、この C にはなぜにと、神よなぜ私を見放したのですかとね、十字架にかかったイエスが言うんですけれど、なぜにというなんかそんな高い、気持ち、ドミナントの気持ちを、見て取るのはいかがでしょうか。で、降りてきておしまい。左手はね、一拍目の裏で全終止する。右手はここがバッハの難しいところで、右手は終わりになってすぐ始まってる。でも左手はおしまいになっている。このフレーズのね、終わりと始まりが同時に起こっているという、それを引き分けるのなかなか難しいかもしれないけど頑張りましょう。で、左手はちゃんと前習して減衰するという。皆さんはどうぞ今更ですけど、どうぞね一緒に書き込みながら勉強していただいてもいいかなと思って、このように、楽譜を写しにしております。大写しにしております。この調子で頑張ってきます。グッドボタン、高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。通知設定を常にオンとしていただくと、これはライブではないんですけど、いきなり始まるライブ練習配信などね、よくやってますので、お見逃しなく、ね、通知設定常にオンしてください。当チャンネルでは、今日はこれ読むといいかな。実用和声解析と称して実際の演奏に活かせる和声の勉強をご提示しようとしている次第です。和声をよく分かって演奏したいという方々のピアノ勉強の参考となりましたら幸いです。で、最初に言ったけど動画は長いものになると思われますので、概要欄のタイムスタンプをどうぞご利用ください。分かりにくいことがありましたら YouTube の巻き戻し機能を使ってどうぞ何度も繰り返しその部分見てみてくださいというご案内もできたかなと。冒頭こんなもんでいいかな。とにか1音と5と1音ドミナントとトニカでおしまいになる。ここで転調が起こっているのがもう楽譜見えないからで、おしまいと、ソの音でのおしまいが聞こえますよね。もちろんこんな感じでいいか。どんどん先に進めていきたいと思いますので、ここまで弾きました。今ここは7小節目だな。このトリラおしまいというね、ここにここの場合第5音で1音おしまい、もう両手揃ってのソの音の長調、ゲドゥアでの全終止ですね。ソの音がもう第1音です。両手揃ってますよね。はい、ここによる調整がねはっきり、分かると思うんです。それでどんどんね早く進めたいので先言っちゃいますけど、このゲドゥアというのはシャープ一つの調合の長調、A モールというのはシャープ一つの調合の単調いうにね、調合が同じで単調長調の関係、こういうのは平行調と言います。この単調の曲が長調にね転調していくというのはもうバッハならもうあり得ることなんです。
で、シラソファソ降りていく。これはメロディー。冒頭と一緒ですけど、ミド、まだね、まだ A モールで考えていいかな。これなんか、もしかするとバッハの持ってた鍵盤の最高音だったりするのかな。ドより高い音はね、なかなか出てこないんですよ。まあそういうこと言ってよければ。で、第6音にね、クレッシェンドマークをこうやって書いてみる。これは246和声解析法といいまして、クラシック音楽道場の、動画ではどれも採用しているものです。246サブドミナント系の音にクレッシェンドマークをこのようにね、こんな角度でどうかな。ソファソミドクロエーションでこれすごい切なくも希望にが垣間見られるようなドシラソファミ、まだどこドシラソファミレの音で、これでフレーズが終わっているっていう。これはこの一段上で先ほど見ましたようにハテナっていうね、ドミナントって言って第5音と言って半終止しているっていうニュアンスがね感じ取れると思うんです。なのでもうこれはゲードゥアの第5音ということになる。すなわちどんどん考えちゃいますけど、このドの高い音ありましたよね。この音というのがイコールゲードゥア A モールの平行調の長調、のソラシード第4音でもあるというふうにね、こういうふうに、同じ音でありながらも同時に、これは転調の役割も担っているという、こういうのをエンハーモニック転調というふうに言いますが、もうエンハーモニック転調している。だから先ほど私が言ったこのミドのこの高い音っていうのは切なくもありもう最近書いちゃうんだよな、音楽っぽい音楽のなんとなく感じること、切なくでも希望、なぜ神よ、なんかさマタイっぽいな、頭の中がマタイ受難曲のなぜにあなたは私を見捨てたのですかという神様っていう、どうしてでももしかして期待してもいいんですか、私はお助けてくださるのですかみたいなね、単調から長調への切り替わりでね、そのまま長調になるんですよ。という平行長調の転調という話でした。録音は4の一つこの4拍目にですね、ミレドシドドソラシド、ここに第4音という、メロディーの途中なので、ちょっとカッコしとこうかな。ここにサブドミナントね、ゲードゥアのサブドミナントと言われる和音っていうのかな、ラドミの和音とかラの第2音、ドは第4音、わかるかな。今日話がちょっと早すぎるかなね。ラドミこのラドミっていうのがそのままゲードゥアにとっての第2音第4音、ミもどっかにあるかな。サブドミナント系の音がしているというわけで、ちょっとこの抑揚盛り上がりちょっと大事にしておいて、でドミナントに入る。でまた例によってこのね右手の半周止、だからここも同じように1段目と本当ちょっと同じこう対応してるというのかな。これもゲードゥアの同音です。同音でね、
ちょっと8分音符ですぐ16分音符だからちょっとだけ半周詞を感じる。このカッコっていうのはそういう意味合いです。左手はレレ、もう完全に半周詞って聞こえると思いますのでね、こうやってこのニュアンスの違い、ちょっとした違いをカッコありちょっとだけですぐ先行くよ。でこちらはしっかりこういう風に感じ取ってみてください。第6音でサブドミナントとで半周詞とで音楽が先に進みますが、もうねゲードゥアのままでいいと思うんです。シラソシというのは第3音、ゲードゥアので、このシっていう第3音っていうのはもうトニカでしか現れない和声の音なんです。ちょっと詳しい説明は避けますが、サブドミナント、ドミソ、サブね、ヨドの和音ドミソの中にシは入ってない。レファラドっていうね、属七の中にもシの音は入ってない。ソシレのトニカにしかシはないという話なんですけれど、もう明らかにこれはもう長調のトニカなんだなという、はい、そうですね。大文字 T と書いてるのはミファルシ長調であることをね感じ取る。第3音っていうのが、これはファミファレシラソファミレド、これが低い3だと単調になっちゃうんです。ね、今ひどい音になっちゃいましたね。ラソファミレシラソファミレで、第3音というのは正確音と呼ばれる、力を持った音。こんな日本語で合ってるかな。なので長調、明るさを感じましょう。で、トニカの小節か。で、ここでね、5小節へ向けて降りてきていますが、ミの音は、1、2、3、4、5、第6音。ミレミ。第6音が待ってる。シラシソド。左手には第4音が待っている。ここですね。先のことをね、いやでもここに書かなきゃ意味ないんですよ。ここにだけクレッシェンドを書いてもね、もう間に合わない。ちゃんと前もってここから次が4音、6音。ゲードゥアの、今日はいちいち書こうかな。サブドミナント。サブドミナントの和声というのは一つね、こう盛り上がりを持たせる。そういう風になってるんじゃないかな。半周詞から明るい蝶々、降りて、もう一回、ミドド4から降りてきて、ラが第2音なんで、もう一回ラーとね、登るんです。で、ドシラソドシラシドで、右手にもドソラシド第4音がありますけれど、私はなぜかこの16分音符でずっと動いてるから、この4っていうのはね、ちょっと感じる。ドシ、強くはね、あまり強すぎない方がいい気がしてます。その先が高く登ってったりするのでね、これ張り切りすぎない。左手は長い音になるので、ここはね、このサブドミナントはしっかり響かせていいと。ちょっと右と左とのね、微妙な同じような246系の音ですが、ニュアンスが変わっていいような気がします。ドレミファファミレラファミレ、ここも C の第3音があるから、第3音があったらこれはもうトニカであるというふうに言っていいのかな。レミファソ、もうこの大文字の T って見るとね、ついね、もう長調って書きたくなる。長調を感じましょう。
超明るいんだなもうこういうのは、どうしようかな。これが第4音。サブドミナントでドミナントトニカとこうやって続くことをカデンツと言いますよね。なのでね、ここ大事に、私はメトロノーム練習のしすぎを、懸念しているタイプの、古いタイプの音楽家です。いやいや、多くの皆様の若いコンクール受けてる皆さんの演奏を聞いてると、こういうのがインテンポすぎるのが時々残念なんだな。おしまいって、ちゃんとしたカデンツ、ゲードゥアで、それは良かったな、長調のカデンツだなって感じるためには、インテンポすぎないこと。メトロノーム練習もある程度は必要ですが、ただ全て杓子定規の音楽にはならないように、適度なルバートというものが大事な音楽性には必要ですと、そんなことを言っておきます。でも和声感が分かってるからこそ、アネラロシマイカデンツでちょっと軽くリタルダントすると言ってもいい。これは私の師匠クラウス・シルデ先生から、本場の伝統的なクラシック音楽の感じ方として習ってきていることです。今左手私いたずらしたんですけど、ロシラソファソ、これがね、ソファミファソ、これはソって第1音のはずなのに、左手は1ノートじゃなくて第6音っていう風にね、なんとシラソファミと、なんとね第6音なんですね。これはねちょっと強調というかな、意識した方がいい。これは義手詞と言わなくていいかな。あんまり言わなくていいかな。ドミナントから6へ行ってたら義手詞っていうふうに言いますけれど、そうは言わなくていいかな、この場合。その前がドミナントがあんまり見えないので。でもそれにしても、第6音からの4、5カデンツになってるよというところです。で、6音でカデンツでおしまいになるで。おしまいと、先へ行くわけですが、ちょっと先を引いてしまったぞ。先にね、このせっかくおしまいになったところから、こういうところから調整を、確定していくっていうのは、これは勉強の仕方として私はおすすめ。わかりやすいのでね、ここでララ、これがラがなんだっけ、第5音でレレと、レの音で全終止していると。で、こっちトリラ書いてないですけどね、この場合キュ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 ッと入れていいと思います。おしまいでね、ここのレの音が第1音として、なんだっけとなっている、長調デードゥアーですね。もうゲードゥアーからデードゥアーへ、この場合は続調に転調しているというねことが言えるわけなんです。レミファソファソミロンね、ここも4サブドミナントでドミナントトニカと、そうですね、ここもねカデンツになってるって言っていいと思います。なのでリタルダントするかどうかっていうのは、これはまたね、長いトリラーの後なので、このね6小節はもうコテコテのカデンツ、ここはさりげないカデンツという、その今の言葉で伝わりますか。ここはね割と私ちゃんとさっきからリタルダントしてる。ここはもしかすると少なめかもしれない。
ほとんどしないかもしれない。というわけで、どこで転調してるかも考えなきゃですけど、最初は、なんだっけ、この今日の書き方だと、リロリロリロとか、このおしまいになった後のラソファミファレド、特に右手ですね。ここからフレーズが始まるよっていうのを一つこうね、ちょっとこう書き出してみようと思いますけど、で、例によって第5から降りていって1に降りていくよというね。そうだから、なんか今思いついたんですけど、降りていってぐねぐねっていう、こんな、加工ぐねぐね。こんなね、第5音から降りていってぐねぐねと降りていくんで、5に上がっていくのか。こういうメロディーのラインを感じて、あえて書き表すと、まあこれもう大サービスで言っちゃいますけれど、指使いと音楽性ってめちゃくちゃ大事な関係がありまして、5の指から5、4、3、2、3、1、5とね、これを5の指で弾くの私はすごくおすすめなんです。5よさにさい5よ5ってね、弾きにくい人いるかもしれないけど、一息でここまでで意味ね、これトリラがね、もうさっきから見えちゃってるのか、見えてないや、後ろにねインベンションの、楽譜があるんですけど、これこうモルデントにね、皆さんのよいしょ、どうすればいいかな。うわ、見えにくいな。ほら、後ろにインベンション7番用意してあります。ちょっといっぱい書き込みがありますよね。モルデントと。ね。なぜプレアンブールムとこの楽譜が言うのかというと、今更ですがご紹介すると、バッハのクラビア・ビュヒライン・フィア・ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ。ウィルヘルム・フリーデマン・バッハのための長男のための音楽帳というね、その中に入っているのがこちら、インベンションという名前じゃない、プレアンブールムという名前の第3番、ね、第1番はねインベンションと同じなんですけど、今までと同じように1番2世ですね、これは2世って意味で、ツェードゥアので、次がデーモールの第2番、インベンションでいうと第4番で、A モールの第3番。これはですね、調合の少ない順に、バッハが並べてったんだろうと、思いました。セードゥアの次に、なぜね、デードゥアにしなかったか。シャープ2つだから。で、なぜ A ドゥアにしなかったか。シャープ4つは多いから。まずは調合の少ない調を選んで、C、D、A、F、G、はとね、登っていくんじゃないかな。で、下りが、ベ、ゲ、F、A、S、D、C って、そういう順番になってるんじゃないかな。登っては降りるという、そういう曲順にしている、その番号が、このプレアンブルム。これを皆様にね、もうしかと、本当に、この順番ありますよね。この1番、4番、7番、8番って弾いていく。その正体を、記録に残しておきたいがために、はい、こちらプレアンブルームを使っております。余談っていうか、ちょっと私のこだわりで、せっかくだからね、インベンション練習する順番結構皆さん迷うと思うので、間違っても1番の次2番ってね、ツェーモールはね、子供たちは弾かなくていいそうですよ。今はね、そういうの順番で弾いてる人少ないと思うけれど、まだいらっしゃるかな。いきなりね、ちょっとあまりに音楽性の高すぎる2番ツェーモールは、もうこのプレアンブルムの順番でいくと15番ですからね、一番最後ということになるので、なるんですよ。よいしょ。この通りね。ほら12番14番ね、そして15番がドシドレミソ、これで最後ですね。でちょっと違う曲が入るのかっていうね、音楽調だからいろんな曲が入ってるんですけれどね、この曲は15番最後に弾くというわけで、
まあ一つガーッと順番のねインベンションを全部勉強するの大変ですけど、その順番のご案内でした。しつこかったかな。おしまいで第5音から降りてきてみれるのこのトリラーなんですけど、この長いトリラーって皆様意味ご存知ですか？漢字書けない。さえずるっていう意味がトリローだそうです。イタリア語のさえずるんです。さえずるときには上の音からピーロリ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 ロというわけでね、これはどう書けばいいんだろう。このミの音からね、この音からちょっと前段音みたいな書き方しようかな。これ第6音なんです。これ第6音のピーロリロリロリロっていうね、トリラーは全部この長いトリラーですね。っていうのは上からピーラリラリラリラって弾くのがいいと言われています。ただ私はすごくねずっと悩んでるのは、これ左手のトリラー出てくるんですけど、これはね上からドシドシドシって弾くとちょっと和声感が分かんなくなっちゃう。この場合はミは第一、これ言っちゃうと最後飛んじゃった A モール補単調なんですけれど、この C っていう第5音ので長く伸ばす、こういうのを何というか、話が飛んじゃったけどでもいいか、時間省略節約、時間節約ですね、省略じゃなくて第5音で長く続く、こういうのをドミナントペダルという英語風に言うとこういう言い方があったり、ドイツ語では本当はこっちを先に言うべきだったな、オルゲルプンクと、まるでオルガンでね、シーって長い音、足で長い音ね、このドミナントを踏み続けるって迫力ありますよね。これ迫力があるんですよ。でこれドミナントだよっていうことがはっきり聞こえたいので、ここはなんかね第6音のドシドシで始めない方がいい気がしております。一回知って弾いてから、トリラーでいいのかなと。もうこれなんだっけ、カッコ、これインベンションの楽譜では見えるのかな。じゃあインベンションの楽譜ではここですね、トリラーが書いてないと。で私なんかこの右側にちょっとずらして TR って書いたりしてますけど、こんな風に解釈するのもいいかなと思われます。ここにねバッハが TR ってこの音に書いたんだから絶対上からだと、そんな杓子定規に考えないで、臨機応変、音として最も良いものをね我々奏者が考えて、こっちかな、試行錯誤して良い演奏に結びつけていくことが大事、考えるんです。こっちは一回シドシドシがいいと思う。で右手の場合はもう高いピロピロピロ、この6の音から始めるのがいいんじゃないかと思いますけど、ソラシラシ、ここからちょっとメロディーがシラソファソ降りてうねうねっていうのと、登ってうねうね、鏡のように、動きがこう登って降りてね、指使いとしては多分これはよいしょ、指使いは黒で書くんだな私。54321 34351とか弾くんじゃないかな。こうやってねメロディーの形を意識する指使い、5本指をまんべんなく使う。ソラシラシソレで、ここで指使い変わってきますけれどね。第1音に始まって第5音で、から登っていって、これが第1音って言っていいんじゃないかな。まだ
ね、ゲードゥアですよね。でも我々はデードゥアへの転調を考えていると。するとここら辺なんですよね。ソファソラシどうしようかな。で、ファソファソミ、このソ、9小節目のソというのは、これはもう第4音だという、ゲードゥアの、そういうふうに、もう、書き出しちゃいましたよね。ってことは、この辺りで転調が起こっているというふうに言っていいかな。まあ簡単に言っちゃおうかな。ソの音はゲードゥアにとっては第1音。でもソはデードゥアにとっては第4音ということで。というわけで、もうこの辺りで転調をしているというふうに言っていいかな。そうなんですね。だからコードネームとして書くと、ここはソシレの G メジャーという音。ね。この、これは G メジャーというのは、おっとっとっと、危ない危ない、大文字の T。危ない危ない。ゲードゥアのトニカでありながら、デードゥアのサブドミナントとしてね、こうやってぎゅーっと全体的にソファソラシラシファソファソ歌い込んでいいと思うんです。転調。円ハーモニック転調をしているわけです。第6音ピロピロピロで登っていって第1音が第4音サブドミナントに転調しておしまいで次のメロディードシドレシドシドこのドレファラドっていういずれはそうなるのか言っちゃっていいのかなレファラドという D7 という属七の音がレシここで G メジャーにここどしまい全終止していると言っていいかなちょっと話が飛んじゃったかな大丈夫かなでもこれまたゲードゥアなんですはいどこからゲードゥアかを考えると今10小節目の話です9小節目はデードゥアの全終止だったレマザラだからラソファミファレは相変わらず5から1に降りていくけどレファラドレドってねこの瞬間もうね D7 というこの7度の跳躍から属七というふうにね人は感じてしまうはずなんですなんだファミファレドもここでこうそれどこれなんですよこれでもうゲードゥアっていうふうにねまた戻ると感じていいと思いますでドが第4音ですミファレドこのね第4音の跳躍のシのソファミファレソファシャープがあるということが同音があるからドミナントでトニカというふうにねこういうふうに左手は動くので全終止書けないけどというわけでここはねまたいきなりの転調をしていると第4音属七第4音でありまだわかんない属七かどうかは書かないでおこうレファラドだったら属七なんですけれどとにかくおしまいで転調しまいというわけでまたこの先は転調が待っていますこのねミレミってここなんですこれがね非常に迷わしくて行く先はちょっとハーモールっていう風に話を急がさせてくださいこのミレミってちょっと印象的なモルデントっていうね装飾音ですよね
なららいらららそらあららしどそらみれみ。モルデントの意味は皆様ご存知ですか？イタリア語で噛みつくという意味だそうです。ティラリー。鼻から牛乳ってひどい話だけどね、幼稚園児幼児たちはね、この顔が小さいゆえにね、鼻から牛乳飲んだ時勢い余ってね、鼻から戻っちゃうことがあるそうです。私見たことないんだけれど、でもそれはね、鼻から白いもの出てきたら大事件という、ちょっとね、みんな見ててびっくりしますよね。このタララー、これがね、モルデントっていうのはなかなかショッキングな音がするんです。ここは長調だったのにミレミ。これはソラシドレミ第6音ですね。ゲードゥアの6音でありながらイコールでもハーモールで言うとシドレミファソラシドファミ第4音なんです。というわけでいずれこれはハーモールというね単調にねあのあのジミレミミあミレミドなんて言ったらいいのかな、単調へキュッとね、まあこのモルデントの音いきなりミレミってなんだろうって結構ね私も迷ってどう表現したもんか迷ってたんですけど、こう考えたらしっくりくるかな。だからもう指使いとしてはファソファミレミ、ここで私はですね1の指にクッとここでね親指くぐらせて、このミがねハーモールの第4音としてちょっと強調するというね。まあでも途中だからカッコでいいけれど、それぐらいこのミの音、ミしかないんですよね、この瞬間。これを印象的にね、感じ取る。単調への急激な転調。ねで、長調から続七でおしまいか、めれめ。いきなりちょっと、単調をね、感じる大事な装飾音と言ってよいかな。そんな風に考えてみるのはいかがでしょう。先へ行きます。47分か。まあまあかな。2時間かからないで終わるかな。よいしょ。こんな感じで見えますですか。よいしょ。ちょっと斜めなの嫌だな。よいしょ。はい。ごめんなさい。ちょっと見えにくいけど。で、ここはもう先ほどの通り、見えてんのかなこれは。ハモる。ロ単調のファー、ファラドミ、続七という音になってるから。ミは第4音としてちょっとこれ気をつけたってもいいかな。ミソファミレドレシラファラドというドミナントでフレーズが終わっている。ね。この9符までしっかり四分音符で伸ばしておく。レドレシラド音で、これははっきりとねこうやってなぜに悲しい単調になっちゃったんだろうっていう、そういうね、単調ハモるの反習詞を感じて、でファミレドレシ、これもまた第5音から1音へと降りていくという例のね、降りてうねうねでっていう、そういうはい、音楽性でよかったですかね。いうことはこんなもんかな。ミソファミレのハモル。まあ、細かいこと言うと、ファミルミル、ここにちょっとシレファのトニカを感じる。そう、ここに低くちょっと降りていく6も感じる。
まあこんなことも書けるかな。もうほとんどできないけど。で、まあ先へ行くわけですが、やっぱりハーモールですね。シドル、ファファシ、おしまいと。ね、おしまいの第一音でおしまいになっていると。ただこの場合だろ、おしまいと。そのままね、8分音符で動いていくので、完全な全首詞ってできないと思います。おしまい。そして動くんではなくて、こういう場合。ね。はてなでらりらりら。もうここからうねうねとメロディーはね、動き始める。この C は第1音ですが、これは全終詞の1ではなくて、始まりのね、無理に終わりの音にしなくていいと思います。すると、ファー、ファー。左というのは第5音で終わる。半終詞というふうに、はっきりとこういうふうに分けて考える。こういうことができると思っています。これ大事な話で。ね、ファーシー、この5から1って続いた場合、これは必ずおしまいにしてから動かなければいけないと。どっかで私、いや、皆様もね、そうしなきゃいけないんじゃないかなと、5と1が並んでるとき。これでもう長年、何十年も悩んでいましたが、この半周詞という考え方を知ることによって、セロリロリロ、これはあくまでもチェロさんっていうのは、チェロはここでドミナントで、次は新しく、まあね、もう一瞬のことだからカッコでいいや。いろいろ変わっていくけど、無理に全習字しないでいいですよという話です。よしを右手が一瞬全習字するかなと。というわけでハーモール、この2段はずっとハーモールでいいはずで、だからそれをそこから246を調べていくと、シファミレドレシファファシラオロでしたよね。で、これはでもシドレミ第4音。レドレシ、今まではファミレドレシファだったのが、レドレシミ4を狙うって、これ結構インパクトあると私は思っております。ね。そういうことでいいかな。いきなりサブドミナントなんですよ。ミラソファソそうだから難しいな。ソは第6音。ただ途中だからな。だからまあここはソファソミという E マイナーという和音になっている。これはですね、サブドミナントなんです。なのでね、しっかりここはね、歌い込む。そしてこのサブドミナンミソシレとか考えていいのかな。ここの7度とかねの跳躍とかも非常に強く感じていいと思います。指使いで言うと、もう指使いのことまで大サービス。フィラソファソゴ1ではっきり鳴らす。でここから指をひっくり返して先へ行くと。それぐらいこの7度をしっかり大事に弾くのは大事だと思っております。サブドミナント、が残念緊張すねかデンツ。はい、というわけでここがカデンツになっていると。ソファミレ、今まであんま言ったことなかったけど、このメロディー頭の第6音とかね、これも裏拍だからちょっとなんだよな。ラドファラファラドっていう F シャープっていう和音のファラドミソ
まあそういう風になってくるかな。ここのラシャープ、こういうのはね、ドミナントのって言っていいかな。ずっとドミナント、同音があって第5音があって、でね、ファラドミソファミレミ、属七があって属句があって、まあ、全体としてドミナント、なぜにというなぜにでとにかね、だからまあこうやってカタカナで書くのも結構便利ですね。ちょっと外国の人には通じないけど、ここはねトニカを感じる。サブドミナント、ドミナント、トニカというね、大きな和音で捉えるとこういう音楽性をはいが解析されたということでいかがでしょう。ね、レンのサブドミナントでドミナントで悲しげなトニカからこういう和音か。こういう和音かな。ドミナントペダル。次にね、A モール。これがね、いよいよこの曲の、見えてるかな、主張ですのでね。主張。この曲の、いよいよ、もう終わりも近い。この後びっくりが待ってるんですけど、それはさておき、そのA モール行く途中がここ難しいんだな。おしまいから。こういう E7 ス、A マイナー、D7 ス、G メジャー、C シャープディミニッシュというゼクエンツって言っちゃうと簡単なんですけど、まあ書いちゃいますよ。B マイナー C ミソシレねラミレドシラと5度降りるって考え方がある。ラソファミレ音程悪いレファラドレドシラソジソファミレド5度降りる C シャープディミニッシュセブンスって言っていいのかな。このシラスファミミレドシララソファミレレドシラソファミレドというふうにこれを5度の滝というふうにね、これは日本ではメジャーではないですが、ドイツではクイントファルというゼクエンツ、この和声進行、ジャズだと何か言うんですよね。忘れちゃった。25251 246、忘れちゃった。なんかこれはお決まりのとても美しいね、こううねうねと流れていく、和声進行なんですという説明になっちゃうんだけれど、難しいな。一瞬ねゲードゥアって見ていいんだよな多分。このドのナチュラルがロレシファファシドレドシ、これがなくなることでここでちょっと書く場所がないからもうゲードゥアかなと言っていいのかな。ただするとソファソミラシラソファミファレファラドが属七で C、 これがトニカになるというで、その後単調にね変わっていく。いや言っちゃおう。これ難しいな、なんとも言えないな。ドレミ、このドシャープがまた現れるのはミドレ
難しいな。レドシレソシよし、ずるいけれど、そう、これがソが第1音、ソラソファミがね、ゲードゥアにとっての第6音。でもイコール A モールの第1音というふうにね、こうやって A モールに転調していくという、戻っていくという、ね、こう考えることでいいかな。シラファソミレ。見えてるのかなこれは。シラ、まあこういうの書いていいにしようかな。ロ第4音。ラファソミレ。ドーンのトリラーで終わってるから、半周詞でドミナントペダルオルゲルプンクトのここから長く、ここも言いたいことがあるけどそれは後で。とにかくここは滝、ゲードゥアへと長調なのか一瞬 A マイナー単調っぽいのでアーモールの転調とは考えずにゲーモールで言うとラはね、これ2度の和音になるんです。だからでもね、ちょっとだけこのうねうねの最中だからそんな強調はできない。で、難しいこと一気に言いますよ。A マイナーの前にミソシレラドミとこのねドミナントモーション、これはアーモーレの解決ではなくて2度へ行くための5度、2度調の5度という、これをね、ゲードゥアの2度調の5度、2度ドミナントでトニカから単調にね、ここでなんかね、トニカで落ち着いたはずなのに降りていってあれれれっていう、ここでね単調へをね感じるといいと思います。結構いい線いってたのに、結構綺麗だったのに、5度の滝綺麗なんです。こういう和声になってますっていう説明でいかがですか？今一度ちょっと気分転換に、はい、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、またよろしくお願いします。ここまで見てくださる方はね、一生懸命勉強したい方じゃないかな。他の動画もね、どうぞ見て応援してください。インベンションも全部、ベートーベンのピアノソナタも全部、我が生涯を通してやるつもりです。YouTube との付き合いが長くなります。でもそれだけ価値があると願ってるんだけど、コーヒー飲み終わっちゃった。さて、おしまいで、あれどこへ行くんだろう。蝶々かな。でもあれあららら降りてこの人何を弾いてるんだろうと思われたかもしれませんが、これは最初お見せしましたようにプレアンブールムの楽譜です。もう一回確認。インフェンションじゃないんです。するとここでいきなり変化しちゃうんです。レミレミソドレドレファシ左手レレロでありますよね。レレミホラ忘れちゃった。ようやくここで戻ってくる。ここ多分2小節ですか、追加されるんですよ。このプレアンブルムはその前の段階、なんとこうやってね止まっちゃうんです。でここの和声の解釈ですな。なかなかこれもうどうしようと思ってるんだけど、ずるいけどソファソシミミソシという E マイナーという和音、ソファソシミトニカって言っちゃっていいかな。
がファミファラレファラという D マイナーに降りていくミレミソドという C メジャーというミレミソド、これはね6度の和音っていうことになるんだな。 A モールのこうやってミソシファラレミソドレファシレドシドレ、ここでレドシドミナントかな、こう順番にシレファレドシドレ、これは英語で言うと B メジャーとなりますね。はいはい、コードネームの話ですけど、とにかくソシミファラレミソドレファ、こうやって第一展開形でこう降りていく和声進行ですね。フォーブルドンとこういう名前がついてるみたいです。これは聞いたことない人多いんじゃないかな。でもミレロセなんか荘厳なね、なんともこれはイギリス、しかもルネッサンス期って言っていいのかな、もうだからバカよりもずっと古い時代のなんかちょっとまたこれ黄色いのかな、この画面が見えにくいかな、残念。色がその古の響きと言っていいのかな、イギリス発祥の和声進行フォーブルドン、6の和音って言うんですけどね、第一展開形のことを6の和音で連続で降りてくる、こういうことが起こってるんだというふうにね理解するしかないです。でちょっとね荘厳な雰囲気、重々しくね、長いドミナントペダルでトリラーで246として、ね、なかなか書きにくいんだな。降りてミレミソド、ちょっとこの6を大事にするかな。まあそうとしか言えないかな。トニカを感じて降りて、さらに6の和音に降りて、まあというわけで、ここはもうねちょっと参考にならないから、よいしょ、見えにくいな、どうしたらいいんだ、こう、よいしょ、はい、これでよいしょ、これで場所が危ない、はい、これで見えてますか。フォーブルドンいきます。インベンションの楽譜、というふうに左手もフォーブルドンファミファラーレ、ただこの場合はねレシャープなんですよ。レシャープは、A モールのドーンということで、ここはねドミナントになってる D シャープディミニッシュ、左手はちょっと違う。この右手の方はここ書いてないけど見えてんのかな、見えてますよね。こっちはね D マイナー、ちょっとここに差がある。ちょっとねこちらの方が痛々しいドミナント、いよいよ同音がキュッとね効いてる感じするかな。でミレミソドの第6音 C メジャー6の和音として感じるといいのかなと。フーボードンハテナって書いてるけど、私ドイツで聞いた時にねフーボードンって聞くいて何のこっちゃと思っていたのがその名残かな。それで日本に帰ってね、戸口耕作先生、私の大学の先生なんですけれど、音楽学者、その先生の本読んでたらフォーブルドンってちゃんと書いてあったので、フーボードンじゃないんです、フォーブルドンです。というわけでね、ここはねトニカから
ね、D シャープ。このラの第4音を感じて、ちょっとドミナントを感じて、6を感じて、で、半周し、っていう風に最後にね、向かっていくわけです。よし、もう終わりが近いです。頑張りましょう。0度ドミナントというわけで、ここら辺はシレファラレシャープがあるからドミナントを感じて、ファシファソ全周して感じなくていいんじゃないかな。ちょっとトニカへの落ち着きを感じる。ドミナントでトニカで降りていく。ミドってこれが第6音。ミレドシラソラファ。こう降りていく。ここがサブドミナントになるかな。ソニカからのごめんなさい。まだまだね、ドラマティックです。最後、一筋縄では終わらない。ドドドシ。これは6、もうしつこいドドド。このね、3回、このね、短い音はね、なんとも言えないので書けないけど、この第6音。ドドドシ。ソファソ。これがね、1の音だけれど、どんどん言っちゃいますね。ソミレミ。この低い、この第6音なんです。これがね、どうしてもこの低い、これは E マイナーなのか C メジャーなのか、どっちなんだろうというね。ソラソ、こう3回ドドド、そうとね、こうね、3回音を、同じ音をこう三角で書いちゃおうかな。三角。この3回、三味一体。これはもう宗教的な音楽と言ってもいいのかもしれない。見えないかな。この3つ出てくるという時に、キリスト教における三位一体、神の世界、神を表す。ドロシ、そう。こう3回ね、コンコンコンと、なんか神様に懇願しているようなね、そう感じてみるのもとてもいいと思います。これは第6音。そうはね、第3、しかもそうなんですよ。これ第3音。第3音をそうって3回。しかもすごい低い音。両手すごい離れている。この音域の広がりは、あとこの低音はチェンバロやオルガンで弾くと、私の弾き方、ピアノで弾いても、やっぱ結構マッチョな大きい音するんです。なので、ここはね、大きなクライマックスだと思います。この低い音。低音なんです。低い音をね、感じましょう。ミレミドが第6音ですよね。で、ドからラに第2音にグッと登る。ねぞ。第6音2音で C をドミナントからおしまいにならないで。これ第6音。これぞドミナントからおしまいってやればいいのによ。右手はミの主音で終わってるはずなのに、左手が6へ行く。これを義手詞と言います。
神よ憐れんでください。もう天を仰ぎ見る地獄の底からですよ。ちょっとなんかうるうるしてきちゃった。バッハのね、ここにバッハ先生いらっしゃるけど、眉間のシワがよく見えるんです。決してね、ハッピーなばっかりの人生ではない人間の人生。我々みんなそうです。バッハさんの眉間のシワに我々の苦難、我々の、人生のキリスト教徒じゃなくてもいいんです。人生の十字架、人生何かを背負っている我々の、まあハッピーなこともあればハッピーじゃない人生も、ことも人生には起こる。人が亡くなったりとかね、家族が亡くなる、知人が亡くなる、苦しい悲しい思いをする、騙される、苦しい思いをする、怒られる、蔑まれる、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだっていう、この苦しみから解放されたい、そういったね、なんか我々のそういう人間として生きている、この曲は短調の曲なのでね、そういった思いにこの義手詞何かこうやって音の力から我々の魂もこの悲しみに乗せて一つ浄化させましょう。ドミナントとトニからサブドミナント3回もう義手詞しておっと、そっか。インベンションの方だと、ちゃんと低く降りてきますよね。割とちょっと、上がっちゃうと割と拍子抜けだな。降りた方が好きだな、こちら。もう、義手詞の先なんか言うことあるかな。ソラファー。もう、カンニングしちゃう。これが同音なので、もう半周詞って感じていいのかな。でまあちょっとずつここら辺音が違うけど、装飾音違うけども、装飾音は今日は触れないで失礼いたします。まあここ第6音か、この裏拍だからちょっとノーシラソファソミ、まあどうしようかな。ドミナント困ったな。ソファソミ、ちょっとトニカっぽく感じていいかな。録音のドが第6音。まだね、ただのトニカじゃない。ちょっとだけこういう第6音感じ取っていいかな。これが同音ですよね。これがドミナントで、ドミナントトニカで、最後は後の通りドミナントでトニカとね、まあもう一個の番ではまあ低いミの音にこうなったりもしてるわけで、まあ、細かく書くとこんな感じになるかなというわけで、解析が全部終わったのかな。1時間18分、コンパクトにできましたでしょうか。当社としては割と短め。最後までご視聴いただきありがとうございました。プレアンブルムとして弾くか。トニカとドミナント感じて、トニカロックで蝶々
ブドミナンドトニカと降りていて6おしまいで6音から5転調しておしまいで6、7でおしまいきなりの単調なのかな。でサブドミナントで降りて単調のカデンスから急に変わっていってさらに降りて単調になってでフォーブルドンとして降りていく。でこれは最初の形はなんとねなんか少ないんです。で降りるで終始を感じてドミナントとにかく6とでおしまいと、これがプレアンブルムとしての形でした。頑張って勉強したものを勉強した音の意味その情感を合わせてねこう勉強しておしまいじゃないんです。もう全部伝わっていると思いますがここまで見てくれてありがとうございます。そういう方々はには伝わると思います。この和声解析の勉強をすることで我々の歌心この音楽を感じるもう痛い顔をする蝶々の嬉しい蝶々感じる単調なぜにこのいろいろ感じますよね。もう余計なこと言ってるかな。和声の勉強とこの感覚これを結びつけてそしてそれに適した抑揚を持って演奏することができたときに演奏と演奏から芸術的な価値が生まれるというふうに私は思っております。我々の演奏皆様の演奏も芸術的な価値がある芸術であるそんな芸術だっていうのもなんかね仰々しいでも間違いなくこうやって研ぎ澄ませてバッハも我々もね同じ人なんです。そこにベートーベンとショパンもいらっしゃるけどみんな同じ人なんです。人であることは一緒だから喜びも悲しみもただ人それぞれ人生はバラバラもう実力だってねもちろんバラバラって言っちゃったらそうなんですけどでも同じく喜び悲しむ人間であることが確かそれをこのような作品にねとしてね300年前の人200年前の人150年前の人100年前じゃないドゥビュッシーは100年前の人かまあざっと言うとその彼らが天才的なね見事な作品にとして残したたった2本の手で弾くたった2声からなっているシンプルなこのインベンションからなんとね胸を打つ音楽をこの人が書いたかバッハ大先生です。そこに思いを寄せ勉強しそうやって自分で弾いてみるそれを聞く喜び弾く喜びっちゃ喜び悲劇を演じることも一つの喜び皆様のお役に立てましたら面白く思ってもらえましたら光栄です。これからも頑張って音楽していきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。最後はいっぱい余計なこと言いましたがこれにておしまいとなります。
本当にありがとうございました。では失礼します。他の動画でもまたお会いしましょう。